はい、どうもこんにちは。本日はですね、リミテッドのワゴン R。ちょっとこのテールランプ、またチェンジしようと思います。その商品がこちら。はい。ということで、こちらのテールランプになります。これ一見、ワゴン R ユーザーの方だったらわかると思うんですけども、こちら後期型の純正テールランプということなんですけども、実は前々からちょっと変えたいなと思ってて、この純正テールランプに LED を打ち込みたいなというのを考えておりまして、本当は自分でやりたかったんですけど、ちょっと時間の兼ね合いでできなかったんで、打ち込んだやつを買っちゃいました。ということで、こちらの LED の打ち替えのテールランプを、あいにくの天気なんですけれども、ちょっと変えてみたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということで、まずは最初にこのテールランプがどういう光だったかっていうのをお見せしてみたいと思います。左右のね、点灯具合っていうのをちょっと見ていただければと思います。はい、行きます。はい、スモールです。はい、ブレーキです。はい、ウインカーです。はい。バックは、これは、電球式なんだけど、車外の LED に変えてます。バック入れます。こんな感じでね、つきます。で、テールを消した状態だと、こんな感じです。で、ブレーキです。はい、ということで、クリスタルアイさんなのかな？クリスタルアイさんのテールランプを来たとかではないんだけども、やはりちょっと純正テイストな感じで、カスタムしてるなっていうワゴン R にしていきたいんで、実はですね、このリミテッドのワゴン R、以前のですね、コウキくんの愛車紹介などをやってるうちに、ちょっとビジュアル的なのもそうなんだけど、メカニカルな部分なんかもいじってみようかなという考えにちょっと移行してきたので、今後このリミテッドはですね、どんどんバージョンアップしていきますので、こうご期待ということで、まずはこのテールランプをね、さらっと交換してみたいと思います。それでは参りましょう。ということで、テールランプの交換なんですけども、以前の動画もこちらのテールランプに交換したときに、こちらは本当に簡単で、5ミリのボルトを外して、あと爪でクリップではまってるんで、それをボコンと外すだけで交換できますので、サクサクっとちょっと交換してみたいと思います。まずはここの4ミリのネジを外しちゃいましょう。サクッとサクッと。固く締まってるのを緩めてもらって、あとはもうチャ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 ーっとね、チャ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 ーっとね、皆さん分かった？はい。なんだよ。今日元気ねえな。雨なんで。雨だと元気ないの？そうなの。なんだよ。やる気ねえな。美しい花は雨に弱い。何？なんだって？なんじゃねえよ。何言ってるかよくわかんないけど。花は雨に弱いの。はあ。ドライバー持ってる。ネジ2本外しました。そしたらここをバコンと外しちゃいます。サクッとね、取れます。ここね、カプラー入ってるんで、折れちゃった。トゥルー。どこ行った？外したら、この間のね、モニターのカプラーがね、刺さってるんですけど。で、これは、それ失敗。これ軽く起こしてもらって、軽くこれマイナスドライバーで。あれ？クリップ外しどこ行った？クリップ外しないんですよ。なくなっちゃったんですよ。でもこの間何回もなくなったって言ったよね。M さんが、プライヤーもね、なくなっちゃって、最近 M さんが管理だらしないから、ほんとね、よく部品がなくなっちゃうんで、工具がなくなっちゃうんですよ。カメラにはちゃんと残ってたよね。困っちゃうんですよ。クリップ外しはどこ行ったんですか？お願いしますよ。すぐなくなっちゃうの。なくした人は誰ですか？足はございませんよ。証拠みんな見てますよ。あ、ここにポップってるって。いや、だけど、最後の片付けは、私じゃないっすよ。オフタイムの時だから。だからお願いしますよ。工具なんて1ミリ。はい、じゃあそれでテールランプをカプラつけちゃいます。はい、で、残念ながら今ちょっとなんかバキッと割れちゃったんだけど、まあとりあえず止まると思います。ほら、これ全然全く問題ない。
つけたら、もうこれ LED はね、全部組み立てられてますんで、これで、はい。なんかバキって今言われ大丈夫、大丈夫。大丈夫です。今バキって言ったよ。はい。そしたら、こいつはね、ナットをはめちゃいましょう。久々にあれだね、M さん、これ、純正テールランプに戻ったね。うん、やっぱ赤いのがあると可愛いね。うん。ていうかね、私ね、本当は、まあ、スモークチックが好きなんだけど、ハーフクリアが好きなんですよ。今回、テールランプなんですけど、見る人が見たらわかると思うんだけど、これちょっと黒っぽいのわかります？純正の後期テールなんだけど、ちょっと黒っぽいのわかる？これ中に LED を入れた時に、基板の方を黒にしてもらったんですよ。そうすることによって、深みがかった赤とクリアなんですよ。あんまり私、ビカって捨てるより、さりげない感じのクリアとかが好きなんですよ。なので、これ見てよ、ほら。一見クリアなんだけど、よく中見ると黒と、中の LED がポン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 とついてる感じなんですよ。これにしたくて、で、これテールも同様です。テールも赤なんだけども、中が黒いから、ちょっとなんかスモークがかったような。これね、マーブラックスタイルのこだわりで、ちょっとね、それをやってみました。あともう一個ね、取り付けて、実際に点灯具合っていうのを、ちょっと見てみたいと思います。レッツゴー。私、白くペカって光る方が好きだよ。え？白くペカって光るの方が好きだよ。それジャグラーですか？なんでわかる？ペカッとなってやつでしょ。ペカッと、ペカって言ったの。それ、本当好きな人しかわからないと思う。当チャンネルは、スロットのチャンネルじゃございませんので。知ってるわ。違います。光の具合です。それチャンネル違いますんで。これもっとこんなやつ。これはこれで綺麗だけどね。そう、これはね、農家からいただいたやつで、まあ使ってたんだけど、まあこれはこれで本当ありなんですよ。これもスモークだから。スモークなんだけど、まあ通常時の時にちょっと赤っていうのも欲しいなと思って、ちょっと今回ね、新たなテールランプをオーダーしました。赤に黒は、黒に赤のライン好きです。大丈夫？何？黒に赤のライン入ってるの好きよ。黒に赤のラインとか、ワンポイント赤が好き。僕ね、テールランプとバックウインカー、しっかり分かれてるのが好きなんですよ。あ、そう。きっちりかっちり。仕事きっちりってあったじゃないですか。ね、昔あったじゃないですか。仕事きっちりって。いや、知らん。引っ越しの境さんかな。引っ越しの境はね、多分私が住んでるとこにはなかった。あ、そっか。田舎ないよ。ポンカンの国愛媛さんです。ポンカンじゃねえよ。どこですか？ディスってないですけど。イオカンね。ああ、イオカンね。イオナだけにね。ああ、取れた。でもバケって感覚。大丈夫だった。やっぱ大丈夫。で、これはね、ちょっとこじってもらって。よいしょ。はい、取った。いや、楽しみだな。これね、ちょっとずっとやりたかった案件なんですよ。楽しみなテールランプなんでね。つかないっていうオチはないよね。いや、ないとは思うんだけどね。つける前にちゃんと。つける前に飲む。それ食べる前に飲むです。チェックはした方がいい。こういう天気でも、元気はね、あった方がいいですからね。いや、なんのこっちゃ。元気さは大事ですよ、皆さん。ね。楽しく、いつもね、楽しく毎日送りましょう。パチッと。パチッとはまんないな。でも割れてたりとかしてないんだけどね。こんな感じで。はい。つきました。ね、ポロリしたよ。あ？ポロリして。緩んでる、それ。いける？はい。はい、つけました。ネジ2本。相変わらず錆びてますけど。いや、でもこの純正チックに戻るのは久々だね。ああいうの好きだよ。ほら、可愛くなるね。よし。はい、できました。完成でーす。ということで、見たいでしょ。どんな感じでついたか見たいでしょ。そんな。ね見たいでしょ。見たいでしょ。見せない。じゃあ終わりで。終了。すいませんでした。ということで、ちょっと、早速ついたんで、点灯具合をね、ちょっと見てみたいと思います。おお、水しぶきいいね。水の流れがいいね。いい感じですね。なんかほんと、ちょっと黒みかかってるよね。前のね、感じに戻ったね。だけどちょっと黒みかかってるでしょ。この黒みがマーブラックスタイルなんですよ。ね。ちょっとこれを見てもらいたいと思います。レディゴー。レッツゴー。はい。どう？あんまり光ってるような見えないよ。一応ついてんのこれ。ほら
暗い？うん、暗いね。暗い？気持ち暗い？はい、じゃあ次行くよ。はい、ブレーキ。私より気になってんじゃん。あ顔がひょっこりはんしてる。どう？顔出すな。めっちゃ気になるのよ。顔出すなよ。分かったか。ウインカあ、ウインカー変わるじゃん。見に来んな、いちいち。見に来んな。ー。これどうすか？邪魔なの。暗いね。うん、暗いけど、まあ普通に純正っぽい。一応全部ね、ついてはいるんだ。うん。暗いね、これ昼間見える？もう、おしとやかでいいんじゃない？はい、バック。虫。どこがバック？あ、そこなんだ。はい、バッあれ、ク。左ついてない。あ？左がついてない。なんだよ。もうダメだよ。言ったじゃん、だから転倒チェックちゃんとやろう。あ不良品。あバック入れたまま外すの。だってエンジンかかってないじゃ解除した方がいいんじゃない？ん。エンジンかかってないじゃん。エンジンかかってなかったら駆動しないの？走らないじゃん。だってエンジンの動力があって動く。そんなもの？そんなんわかるでしょ。そんな。いや、当たり前じゃん。そうなんだ。もうイライラしてるから、あったく。つかないのってこいつのせいだよな。こいつのせい。そうなんやな。違う。そういうことじゃなくて。もしかして、切れてんの？つかないので、あ、ついた。ほら。バックさん、お願いしますよ。接触不良。ここだ。わかった。こいつがちゃんとついてない。あ、外れちゃってる？うん。ついた。引っ張りすぎちゃったのかな、外してる。あ、ついてる。あんま明るくねえな。バック大変だぞ。でもバックさ、明るい？いや、暗い。暗い？正直暗い。ほんとビジュアル重視だよね。どうしよう。大失敗。反省する前にどうしようっていうのやめて。ねえ、もう秘宝じゃん。交換してみたら、みたいな。すぐ落ち込むから。もう今日どっか食いに行こうか。雨でも元気なんじゃなかった？元気だよ。元気だよ。もう全言撤回する勢いでさ、今なんか。はい、どうこれ。うん、ついた。オッケー。ちょっと一回ブレーキ踏んでみてくれる？私が？うん、はい、そのまんまでいいから。はい、うん。ちょっと踏んできてくれる？カメラ持ったまま？うん、いいから。いい俺が見たいだけだかなんなの？ら。どんななんだろうと。うん、オッケー、ありがとう。微妙だね。あんま明るくないね。はい、ということで、こんな感じで着きました。うん。ちょっとね、色が暗いかな。電球切り替えタイプとかではなくて、もう基板をね、植え込んで、テール、ウインカー、バックという風に、すべてがもう基板で LED に切り替えることができましたんで、個性というかね、本当はちょっとシーケンシャルにもしようかなとかは思ったんだけど、まあ後ろはとりあえずいいかなということで、このテールランプに切り替えました。これメリットは？メリットは省エネです。うん。どんぐらい？普通だったら20何ワットなんだけど、多分数ワットで済んでる。数ワットで、数ワットで20何ワット分補うってこと？まあそんな感じだよ。 10分の1ってこと？で、あと半永久だよね。経済的でもあるし、CO2 の削減も軽減できる。まあこれぐらいだけどね。あ、そうね、熱発しないんだよね。いや、熱は実は LED 発するんです。あ、そうなの？うん。ただ、熱量は、まあ少ねえのかな。まあでも、そんな感じで、まあこうやって LED をね、切り替えたということで、パーブラックのワゴン R のね、リミテッドは、また一つ個性が出たかな、ということで、今後ですね、メカニカルもそうだし、車高もですね、ちょっと今後、ダウンの予感がしております。予感はい。予感っていうか、もう部品は来ております。まあそういうのなんかもあるんで、ただやっぱり YouTube やってる人間なんで、まあもちろん合法水準とかね、そういうのなんかは遵守して、ただまあやっぱり理想はね、真似したくなるような車になれればなと思うんで、真似されるような車作りっていうのを目指してますので、まあちょっとそういう風になっていければいいかなと思います。ということで、今回、マーブラックのワゴン R リミテッドテールランプの交換でした。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。まだまだ頑張っていきますので、今後も応援の方よろしくお願いします。高評価やコメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。